うまそう。ようこそ沼津へ。めちゃくちゃいいやん。干物アジの開き。天然温泉。あなたあれ入れ墨入ってるから無理。入れません。はい、ニンニン。行ってきてください。どうも岡野です。というわけで今回なんですけども、こちらですね、今静岡をですね到着しまして、静岡にですね、はい、今回静岡のポケカ事情を調査していきたいと思います。来ました。はい、来ました。今回なんですけども、ポケカ以外もちょっと見てみたいなと。っていうのも、北海道でなんかすごい古いトレカの動画上げたらめちゃくちゃなんかねコメント来たりとかね、再生良かったんで、ちょっとねそういうとこ求めてもらってんだったら、やっぱり俺らは古いとこね、平成男としてね、ちょっと平成をね探したいとおお、平成男。今回はねフィギュアとかですね、ゲームとかですね、遊戯ポケがちょっと全部ね、古いおもちゃなんかでちょっとね行っちゃったりしてね、いつもとまた違ったね爆買いだけするだけじゃない動画になるんじゃないだろうかと期待しております。めちゃくちゃ楽しみです。楽しみでしょ。どうですか。今回しかもリサーチ僕がしましたということで、小川プレゼンツなんで、さらに激アツのね店舗をねたくさん回れるかと思います。めちゃくちゃ楽しみ、それは。でね、静岡に関してはですね、沼津、静岡市、浜松、その3つでございます。今回店舗数でいうと約40店舗弱です。今回40店舗。そうカードショップ以外もあるから、だからいろいろあるよ。すごい量っすね。ちょっと楽しみでしょ。楽しみ。はい、というわけでね、今回は第1回目のね、ブックオフに今向かってるんですけどね。おお。なんだっけ、メディアなんちゃらみたいなとこ書いてあるね。メディアポリスって書いてあります。メディアポリス店ね。じゃあブックオフの中に入ってる、そう。ブックオフとズブズブなとこって感じですね。メディアポリスって場所なんじゃないの？違うの？あ、確かに建物の名前かも。いや、なんせ静岡は魚がうまいからな。熱海だ。そうよ。不倫旅行で有名なとこじゃないですか。なんだっけ、そうだっけ。誰不倫したの？議員。最近なんで話題になってたもんね、また議員が不倫したみたいな。あったっけ、そんなの。いや、わかんない。なんかあった気はしてたよね。不倫で有名なところですよ。いや、熱海で不倫で、熱海って言ったらさ、塚公平の熱海殺人事件じゃないの？知らないの？なんすかそれ。塚公平っていうさ演出家が書いた演目ですよ。塚公平が書いた熱海殺人事件っていう不倫がテーマ。まあでもそれに近いよね。確かに駆け落ちとかそういう感じ。駆け落ちみたいな。そうで熱海で殺人を起こしてしまうっていう、そういう自白する話なんだけど、超有名な演目ですよ。舞台でいうと毎回夏にね、紀ノ国屋ホールでね、新宿の熱海殺人事件を上映するっていうのが、その演劇のそのホットだったの。その昔ね、蒲田行進曲とか知らないですか？公平ひばりお太郎なら。もう演出家とか知らないよね。 BB 佐藤なら知ってます。誰や？誰それ？佐藤 B 作だ。誰それBB 佐藤誰？あれ佐藤 B 作って演出家じゃなかったっけ？なんかいるね。まあいいわ、そんなことは。ロマンスな場所ってことですよね。そっちより BB 優作の方が気になる。誰やそれ？ BB 優作？いや BB 佐藤あれだ。野球で日本代表でちょっとやらかした人だ。何でお前やらかしたやつばっか言うなよ。キャッチできなくて。やらかしてないじゃん別に。それミスしちゃっただけじゃん。しかも BB じゃない GG だった。おい誰やBB 呼んでこい。でもトレカって書いてあるじゃん。書いてあった。ここ調べたところだ。見たことあるわこれ。というわけで1店舗目ブックオフ、なんかコンパクトやな。本当はメディアポリスって書いてある。楽しみや。1店舗目や静岡。なんか今までさ結構遠かったからなんか近いね。不思議な感じ。今までは海越えてましたからね。そうだね。これからは大仕事になる。よし行きましょう。売れ筋です。安い。ポケモン。ここ結構品揃えいいね。SP も売ってる。まあ分けるだけど。税込み13000円か。ちょっと高いな。でもあれなんですよ、実はねレトロゲーム今回めちゃくちゃリサーチしてて、めっちゃあるとこ行くから、ゲームだけのとことか行くから、ハードオフとトレカがあるとかホビーオフしかなくて、あるじゃん、オフのさ系列が家具とか売ってるところにあそこにも中古ゲームとか置いてあるのよ。オフハウス。そうオフハウスと一緒になってるところ。本体傷編集カルソフト読み込み不可
フカラン1700円。初めて見たよね、箱付きのメダロット。確かに見なかったかも。ね、ちょっとね、ポケモンはね、高いっちゃ高いね。でも、この値段で東京売ってたら、もう速攻です。もう、速攻でなくなる、これ。ちょっと箱にダメージがあるから、綺麗だったらね、欲しかったけど。ないからね、このクリスタルバージョンの箱割りとか。そうなの？めちゃくちゃ少ない。このブルーもない。おお。さあさあさあ、大本命。まあまあ、大本命でございますね。上か。あれ、古いとこないかな。Mr. Ogawa look time. 古いところはないかもね。ちょっと聞いてみるか。あ、すいません。キューラのポケモンカードとかって置いてたりしますか？あ、使えない。はい、どうもありがとうございます。ないらしい。見て。おお、なんかめちゃこれファミコンの箱割りやわ。ゲームボーイの。これ箱なし。あ、でも箱割りの。こんなすんだ。こんな箱割りあんの？すごくない？静岡もしかしたらそのパターン？ドンキーコング説明書なし。ゲームの中カートリッジ100円だ。あ、でも100円、箱割りで100円なんだ。ちょっと買ってみる。うん。せっかくだし。星のカービィあるよ。ほら。あ、ほんとこれなんか DS かな。マリオゴルフあるし。900円だ。だ。お、64、それや。安っ。今回ね、俺ゲーム熱いって正直思ってて、東北のやっぱ流れがああ、そっか。あるのよ。静岡、駿河屋の本社あるやん。うん。そういう古物の町なんよ。静岡って。そうだ。だから俺リサーチしてる中でめちゃくちゃあったのよ。だからこれ見た人はね、カードだけじゃなくて多分リユース超強いからぜひ静岡来た方がいいと思う。いいね。まだ1店舗目だけどね、パッと見てわかるやん。だってこんなにボックスのやつ安く置いてるお店なかなかなくない？でも古いボックス置いてないのもったいないよね。顔爆買いしよおお。さすがのね。う。ここはさすがだね。すごい。東北ほどじゃないんだよ。あれだって800円から1500円だったじゃん。うん。さすがですね。まあやっぱ東京に近いだけはある。ゲームこれ、これちょっと待って、なんか序章に過ぎなかったみたいなテロップ入りそう。いや、言うな、言うな。言うな。ヒロも好きなやつ。で、実はこのための序章に過ぎなかった。ブボーンってやつ。俺全部読んじゃってるからもう。ストリートファイターよね。2。ほんとだ。俺、ストファイ2の説明書なしだよ。かっけえの、ちょっと欲しくなっちゃった俺。ヨッシーアイランド。かわいい、懐かしい。懐かしいスーファミのヨッシーアイランド。スーファミの箱割りってどうなの？よくわかんないけど買うわ。うわー、めっちゃやった。めっちゃやった。こいつ2人プレイできるの。で、これほらボンバーマンとボミ、こいつ育てられるの、いろんなボミに。で最強のボミにして、これともう2人で戦う。めっちゃやった、親と。やば。カスタムロボ2です。それなんか知ってる。懐かしい。いや、2じゃなくて1なのよ、俺やってたの。子さんぜ。あなた何 2？ 俺の DS。あなた若いね、あなたケツが青い。生まれてねえし、ワンと。あなたはケツが青い。何これ？マリオテニスとマリオゴルフ。これちょっと買いましょう。600円とかなんで。ぷよぷよあるよ。ぷよぷよ知ってうる。わー、これやばいね。スーファミのさ、箱割りめっちゃあんじゃん。すごっ。これください。ピューラーなかったけどね。ゲームがありました。ね。取り扱いしてないらしい、そもそも。買い取りむずいと思うんだよね。そうやね。100円でいいんだ。100円は安い気がする。さすがに投げ売り。100円は。おお。ありがとうございます。GB だ。同梱カードが入ってる。あ、なるほど、なるほど。カードが入ってたの、当時。はい、こちら。ゲームボーイのね、まずデーレマスターズ、モンスターズ4ですね。エモいな。バトルオブグレートジュエリスト。これ超懐かしい。カラーです。カラーで出たのよ。ゲームボーイカラー。で、こちらメダロット。そうだよ。こちらもゲームボーイ。こちらはね、クワガタバージョン。そう、両方あんのよ。クワガタバージョンとカブトムシのバージョンね。こっちクワガタバージョンです。これはね、ヒロム。ヒロム、これ。俺じゃないじゃん、全然。ヒロム。あ、似てる、なんか。あとこれ、雑だな、なんか。あ、なんかさ、じゃあ、旧車置いてある
おもちゃ屋とかあった。えダックスとかどういうこと CB とか。いや知らん、もうなんか飾ってあるのボンで。なんかもう茨城かな。インテリアとしていやあれ走るんだったら欲しいよね。いやもうそれ買い始めたらもう意味わかんない。おじいちゃんこれ譲ってよって言っていくらで買ってくれるの。バイクも買い始めた、いよいよわけわからん。ワンチャンありそうやなそうそう。でもこれ売ってくんねえかなと思って。俺そのおもちゃ屋さんのなんかディスプレイにはないと思うんだよなあれ。それ。楽しみそこは。あそこ行かないの。行かへんのかい。ちょっとね海沿いでね全然離れちゃうから。そこまで種まいといて行かないの。まあカード売ってない、みんながね。カード売ってない。みんながでもねでもほら俺ら行ったさカードショップで僕がほぼ買ってなかったじゃん。あそうそう。でやっぱそれで相当視聴者さんからいろいろ見たいとかうん。なんか楽しみみたいな声聞いてやっぱそういうのもやっぱ求められてんだなっていうのをね今回感じたから、なんかぜひ地方行くから今回はそういうとこ入れてます。お。はい。そういうねもうなんかザみたいなもうエザモエモちゃん。おもちゃ屋みたいな入れてます、もちろん。なんでちょっと交互期待でございます。いや楽しみです。なんかすごい空いてる。そうだからすごいいいよね。2店舗目です。なんか過ごしやすくない？うん。静岡なんだろう、気候がいい。だから空気が綺麗。それかないんだけど、あ、うわゲームボーイやん、初代の。やばくない？やばい。しかもえぐー。高くない気がする。欲しくなっちゃ初めてだよね。うん。やっぱりすごいここハードオフ。しかもこのカラーリンいやグの。これはでも俺が当時やってた頃に発売されてた。この昔のやつのカラーリングのやつの。このカラーリング超欲しかった。えぐー、買うかこれ。さすがにもう余裕のプレネだけどさ、動くのかな。行くんじゃない？そうゲームがいっぱいある。おめっちゃある。すごっ、めっちゃある。お Mr. Ogawa looked time. 尋常じゃない量だ。マリオゴルフ安い。マリオゴルフ安いんだけど。安っ。買おう。うわなんで500円なの？これ超有名なやつじゃないの？スーパーブドウ店でこれ結構有名。有名なやつだよね。なんで安いのこんなに？これも結構有名。わからん。桃鉄3じゃんこれ。あ出た。10番の64です。これ任天堂の限定です。これねコントローラーとか揃ったらもっと高いよ。うわほらね激安じゃんゲーム。激安。静岡ね。安いわ。しかも量がえぐい。ポケモンはない？どこにあるの？めっちゃある。ほんとだ。ルビサファね。ちょっと安いぞこれ。これ今4000円ぐらいするじゃんソフトだけだから。6個も4000円だ。高いねソフトだけだ。なんだっけジーコサッカー。ジーコサッカー。なんかロム抱えられてるやつがあるらしくて、うん、そのジーコサッカー見つけるとすごいらしいんだよね。ジーコサッカーを探してくださいって言われたもん。無理でしょ絶対。もう周知されてるでしょさすがに。でもなんかすごい昔から探してる人はいたらしいやっぱり。これ安いぞめっちゃ。クリスタルマジで安いぞこれ。1500円は3、4000円するソフトだけで。クリスタルめちゃくちゃ珍しいから。初めて見た。1000円台のクリスタル買う。この知識ちなみに 1,2 ヶ月で手に入れてるからねこれ。マジでやるね。集中するとねなんかすぐ覚えちゃうんだよね。なんか好きなこと好きなことすぐ覚えちゃうのよ。なんかこんなん俺めっちゃやってたのこれ。もう最高や。マリオパーティー64の箱ありとかもそれだけでいいでしょ。ピカチュウ元気で中でございます。うわーワクボンバンマン。こっちより俺こっちなんだよ。2やってたんだよね。2の方が2人でできたんですよ。でも箱付けで1000円で箱の人だと500円だからそんなにプレネはついてないんだよね。チャンスなのよこういうのが実は。安いうちにどんどん高くなってこうなっていくからみんなこっち欲しがるやん高い方。でもこっちなのよ。だから俺そういうの好きで安い時に買って自分持ってると好きなの。カードでいうストレージから買ってくる。そうでなんか気づいたら高くなってるみたいな。別に売らないんだけど逆算する。そうコレクト嬉しいじゃん。コレクションが値上がりしてるとなんか気持ち的に。スターフォックスやん。
うわ、うわかっこよ。懐かしい。箱破損あり、説明書の痛み。うわ、64スターフォックス、これちょっと顔。ゲームキューブでこれのコントローラーが噛みすぎて、その後 Wii とかでも使えて、今でも使えるのゲームキューブのコントローラーって。あ、そうなんですか。そうだよ。カクカクしてる。そう、あれゲームキューブから始まってる。え、 Wii がその後になんか謎の長いやつになってうん、使いづらなって、で Wii にも使えるようになってる。ゲームキューブのコントローラー優秀なわけよ。ただソフトなんか人気ないのあんまり。でも俺すげえやつやよ。スマブラ。ナルトとかめっちゃやってやってたよね。ソフトがディスクなんだよね。うん、プレステに寄っちゃったんだよね。それがまたちょっと良くなかったの。そっか。そう。任天堂はやっぱりさ、こっちじゃない。カセットじゃん。プレステに寄っちゃったの。若干。そっから若干低迷期来てるから。Wii とかもソフトがディスクになっちゃったの。そっか、これじゃなくなったんだ。そうでスイッチで盛り返したの、任天堂で売り上げ。そこまで結構ね低迷してた、一時期。株価も低かったからね、当時ずっと。もうちょい、もうちょい、なんかちょっとまだ入ってる。本当にそんなやり方なんだ。うん。あ、完璧じゃない？いやまだソフトが問題なのかも。あ、来た。はっきり起動した。やば、最高すぎ。できました。というわけでちょっとこちら顔にします。4回夫婦したら治りました。人工呼吸みたいな。そう、やばいなこれ。やばいね。やばい。なんかいい。だからもともとゲームセンターでやってたものが、それが家庭用ゲーム機っていう感じになって、うん、家でのテレビに接続してゲームできるような感じになったの。で歴史を聞いたこの前。もともとだからゲームセンターにしかなかったらしい。それが家庭でできるようにしたのが家庭用ゲーム機らしい。レーダーゲーム。そうでテレビでやってて、でテレビでやってたら今度持ち運びながらやりたいよねって言って、こういうゲームボーイとかできたの。でみんなの悩みを解決していった結果、こんなもん今やもう大市場じゃない。携帯ゲームになってるしさ、ネットのねパソコンでもオンラインになってて、すごいことよ。ありがとうございます。すごいレトロゲームなブームのようで。そうなんです。それちょっと一瞬写真撮っていいですか。めっちゃ売れますやっぱ最近レトロゲーム。やっぱそうっすよね。いつ入ってきたんですかそれ。でもこれが入ってきてもいい。ああそうなんですよね。こんなのすぐ売れそうだけどそうですね。動くのに。やっぱり買われる方がね、まあ日本人の愛好家もいるんですけど、あ特にやっぱり外国のなるほどなるほどなるほど、多いですよね。それともポケモンとかね、確かに。任天堂のゼルダとか、確かに。メトロイドとかわかるっす。動画に映ってるかわかんない。しかもしかもこれめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。この画面のところ傷ないっす。やばいやばいびっくりした。めっちゃ嬉しいかも最近の中で。これさサブチャンでさこれやってみようぜ、ゲームボーイやってみたみたいな。ああ確かに。本ちゃんだとさすがにあれだから、今購入の動画は全然本ちゃんでいいけどさ、地方回って企画で他買うみたいな。俺ゲームボーイポケットからやってるから。俺何それ。カラーみたいなサイズのやつのこれよりちっちゃくなったやつがあって、ポケットに入るサイズのポケットってあって買ってて、俺ら買ってたやつポケットってあるのよ。その後カラー出てるから、俺ポケットから派なのよ。これはもう本当もうちょっと先輩の世代、40代とか30後半の人とかがこれの感じ。いいね。スーパーファミコンスーパーブドウ、てか高っ。当時9800円。あ、結構する。結構高いね。うん。箱痛みありで取説なしでこれでいけるんだ。あ、そうなの。めっちゃいい BGM。めっちゃかっこいい。15分100円だからもういっか、止めちゃおうか。はい。最大料金割引ありますんで。まあもう止めるしかない。こういうとこ駐車場も空いとるしな。15分100円で止めれると。飯もうまいし多分。ね。しらす丼食いてー。食べたい。泳いでるやつ食べてみたいですよね。踊り食い？それもありだね、確かに。あれどこだっけ？あそこ。あれだ。じゃあマルサンホビー。マルサンホビー。気になるな。でこういうさ商店街のさおもちゃとかめちゃくちゃ気にならん？ほらすごっセラ。ほら本当だ。ズームバトルやってる。土曜日ちょっと一回撮影許可取りましょう。ないかもね、古いの。こんな調べる時代か。ある1枚光見るだけだっなるほた。BW も品切れだね。レジェンドロストリンク。品切れ。古いカードやっぱないね。ど。入れか。なんか難しいね、やっぱり。古いカードはなかなかない。なんか浸透してないのかも。ゲームに振り切ってるか沼津に古いカードないか。パソコンで調べた感じだともう光見るしかなかった。あ、ギリだった。ら。本当だ。社長知り合いなんだけどちょっと連絡しないわ。あら。ちょっと入りましょう。
はい、というわけで今ちょっと激励さん行ってきたんですけど、なんかまあどれくらいかな、販売スペース1畳ぐらい、2畳3畳ぐらいとショーケースがガーってやってほんと一瞬ね見れるみたいな感じですごいね。ショーケースにねキューラ並んでたんだけど、あったんですよ。そうそうあったんだけど、ちょっとね値段的にはあれかな、備品価格っていう感じ、ほぼ全部完備品価格で置いてあったから。でも状態記載してくれてたんで A マイナスでいくらみたいな感じで、ああ。だから書いてあるキューラのアンノーンとかが A マイナスで大体今2900円とか、まあでもそうなってくると結構備品価格だから A マイナスだとっていう感じで、まあちょっと状態見なかったんだけど、そうですね。って考えると沼津はさっきのところがもう激鱗さんになってくるのかな、駅前で、そんな感じしますね。ふむふむ。はい、まあだからカードはあんまないかもしれないね、あんまりあるイメージないかも。古いカードだから今激鱗さんがちょっと扱ってたぐらい、うん。まあショーケースでも本当にこう上下のやつあるじゃん、はい。それの半分ぐらいはあはあは1個って感じ。よく見る角章みたいなの少ないかもしれない。あ。まだまだ謎が多いな、この街は。沼津はね、ちょっとこれから沼津におたちゅうさんあって、あとホビオフあるんで、おお。ホビオフは絶対カードあるはずなんで、この後ちょっと見ていきたいと思います。カードゲームっていうカードゲームは多分さっきのお店になるのかな。なんすかね。さっきのお店、まあ中は映ってないんですけど、なんか基本プレイショーケースがないっていう感じ。ああ、確かに。欲しいカードだったら検索してくださいねスタイル。なんか沼津深いね。多分さ、俺が組んでなかったら外してるよね沼津。確かに。でもこの後あるんよ、おたちゅうと。ああ、ハードオフががあんの意外だな。でなんか結構今回に関してはこの街一つしかないみたいなところも割と狙っていってて、あでそれが俺そこに集まってんじゃねえか説なんだよね。あ、なるほどね。そうそう、だから俺そこに1店舗のとこもなるべく行くっていう。うまそうやな。食べる飯食べちゃう、高そうじゃない？止めちゃったし食べちゃう、食べちゃまあ時間ちょうどいいですかう、うん食べちゃうか。ら。めちゃくちゃ美味しそう。めっちゃうまそう、やばい。どうぞ。やば。こちら松阪牛のなんだろう、これめっちゃうまそうやこれ。もうここすごいな、沼津ね。ありがとうございます。うまっ。溶ける？うん動画で絶対伝わらんな。うん、これ1600円だよランチ。安いよ、ご飯大盛りで。でもなんかなんだろうね、マイペースに回れてるね。うん。いつもよりバタバタしてないの。うま実際取れ高あったもんね。い。うん。でカルショ以外もでもさ、こうやって取れればさ、ぶっちゃけ全然あるね。あそこの沼津で海外の人が買ってくってすごいね。ああ、言ってましたね。うん日本人より海外の人が買ってくって、まあ、そりゃそうだよね。でもさ、まだ今はあるけどどんどんなくなるからね、地方も。そっか。みんなトレカのこと思い出してほしいんだけど、古いカードあったじゃん最初、500円とかであったじゃん。今ないじゃん、キューラとか。ゲームも絶対来るから。まあ俺は早めにこうやって動画でやってるからゲーム来るんだってみんな思ってるけど、実際数年前から来てたし、もうすでに今さらに来始めてる。もっと鑑定も始まったし。なるほどね。俺言ったもん、社長にさ、やった方がいいっすって。うちらの動画見てくれてるらしい。社長が見てくれてる、やばいの。そうなの？やば。どこ使えるか分かんないけど、まず YouTube 見てますって言ってくれたからおおと思って。何歳ぐらい？年齢は分かんないけど、柔軟、なんかもう圧倒的に人がもう素晴らしいから、それはそうなるよねと。ちょっと待てよ、383。これだ。どこ？あった。どれ？あ、ゲームソフトや。レトロすぎる。何これ？あ、やってる？わかんない。ショーケースもあるよね、一応。そうそうそう、俺ちゃんとリサーチしてるから。何あれ？めっちゃおもろくない？それはリサーチしてますよ、当たり前じゃないですか。さすがですね。はい、任せてください。これやばいんだけど。入り口どうなってんのあれ？いやバブリーだけど。バブリーちゃんすげえなあ。カードや。うわ。え？どういうこと？すごすぎる。味がすごいんだけど。え？で 50% オフって書いてるよ全部。え？で値段が書いてない。タブレットからって書いてある。レトロ。レトロすぎる。めちゃくちゃレトロ。 Mr. Yeah. Ogawa looked time. こ
あ、すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、古いポケモンカードとかって取り扱ったりしますか？キューラの。ないです。どうもありがとうございます。そうなんだけど。ありそうでない。でもここあれじゃないの？遊戯。遊戯を結構推してる感じがする。うん。遊戯はちょっとわからんのよ。あ、ここでもあれだな。めっちゃ懐かしい。超やつ世代だこれ。俺。2期だね、2期の。あ、初期もあるわ。リリーフがないね。やっぱ人気なんだ。なるほど、なるほど。ここから太陽入ってくるじゃん。ちょっと焼けちゃってんだよ、全部。これ、ほら、色がちょっと焼けてるもん。ブロッコリーと。でも全部焼けてる。本当だ。もったいないね。何で売り上げ立ててるの？あ、診断だ。なるほど。古いカードはだから特に別に扱ってなくて、基本診断取り扱いで売り上げ。まあ普通のカードショップってそうだから。診断でそんな売り上げ立てれる？立てれる立てれる。だって新しいのどんどん入荷すればさ、その分だって別にネットでも売れるわけじゃん。ああ、確かに。うん。見た目めっちゃ良かったな。よかったね。あそこで古いカード1ミリでもあったら。かっ分かったことは沼津にポケカの古いカードはない。ほぼ。ない。激鱗さんぐらいだね。まあでも逆に言えば他の遊戯とかおもちゃとかね探してる人だったらいいかもしれないね。38ありがとう。中広かったね意外と。うん。でおたち行きます。お。多分これ俺ら以上にカードショップとかこういうところ回るお店って多分もう出てこないと思うよ。人いないと思うよ。うん。いくつ回っただってもうやばいよほんと。1000は行ってると思いや、行ってますね。う。うん。1000店舗行ってるやついないやろ。でもなんかもうさすがに自信になる。それはうん。そのカードショップやってる上でオーナーとかでも1000店舗のカードショップ日本全国回ってカードショップやってる人なんて聞いたことないから。聞いたことない。マジで。でなんかそれはなんか自分がその社長としてね、別にその一般人とかでマウント取られたいわけじゃなくて、経営者としてもうそこはなんか自信持ってやれるなって、自分がやることをなんか判断をちゃんとこう決断できるって感じ。これやろうって思った時に、あそうそう、なんか大丈夫なのかなっていうのはなんかもうここまで回ってたらさ分かるじゃん。なんかもう世の中に動いてるものとか、あ。うん。実際に求められてるものってやっぱもう販売スペースとか見たらもうすぐ分かるわけじゃん。陳列方法とかさ。だからもうそこに迷いはない。名言。そこに迷いはない。カットします。いいこと言ったんでカットしまおいいと思う。使えよ時には。ここにおたちあんの？す。うん。ダイソーもあって。どっかにある。茶色いやつ。すごっ。おたちでかっ。カレーみたい。すごいな。おたちかわいい。看板変わったんじゃん。変わったのか変わったんじゃない？古いのかわかんない。めちゃくちゃ広いんだけど。 Time. どうなってんの？広っ。フィギュアコーナーね。フィギュアある、フィギュア。いやーもうね、さすがとしか言えない。すごいね。ほらほら、この辺も、あれはまあちょっと値段高いけど、サスケいるわ。サスケくん買いましょナルトかっこよ。う。これ新しいやつかな。多分。未開封品って書いてある。1060円。はい。フィギュアも買いましょうということでね。はい。でも東京とそんな大差ない値段な気がする。大差ないけど物があるって感じ。すんごいガチャガチャ言ってる。ポケカある？ある？あった。なんか久々に見た。ねえ。マジで沼津ポケカなんもねえんだけど。壊滅してる。なんか枯れてる？もしかして。いや枯れてるよね。全く置いてない。もう買い取りだけしてんじゃない？もはや買い取りだけして東京に送ってんじゃない？そうとしか思えないよね。あ、スピーマン。あの魚のやつだ。うん、プレ2だ、プレ2。こっちめっちゃレトロゲームある。とはいえレトロゲームが凄まじいということですか？もしかしてフリそれ。あ、秋じゃんこれ。シドのこれシド大好きだった。これ秋様です。間違いなく昔の秋だ。全然興味ないや。1ミリも喋んないじゃん。いきなり口取れた。何も出てこんかった。口取れた。シド知らんの？シド。なにこれ。なにこれ。
スーパーファミコンマルチタイプ。どういうこと？どういうこと？あ、増やせるみたいなコントローラー。めっちゃ可愛いじゃん。1000円でいいの？あ、 Mr. 出 Ogawa た。 looked time. 高い。おお。こっち高い。あ、マリオテニスは安い。マリオテニスめっちゃ安いやん。6円のソフト安いけどな。スナップとか。うん。やっぱそんな数百円のもんや。ごまちゃん。かわいい。知らないですか、ごまちゃん。知ってるよ。知ってる？そんな興奮するほどじゃなかった。ポイント違うね、俺ら。知らないね、ツボが。これ、お、ランブ。やっぱ高いのよ。高いね。ソフトのみ4000円だもん。ソウルシルバー。高いですね。うわ、ロックマン高っ。ファイナルファンタジー、あ、ちょっと高いな、通常よりも。ルビサファで5000円とか結構ボロボロでついてるから、ちょっと高いかもしれない。行きましょうか。さっき言ってこれケツアゴなの？ケツアゴにされたんじゃないの？そういうこと？これ買いました。これ可愛すぎる。ハドソン、めっちゃ可愛いこれ。あとはサスケくんのフィギュアね。はい。はい。サスケ2。で、次はハードオフね。うんそこ楽しみ。結構ね、スーパーバザーあるから、2個ぐらいあるかな、今回。ああ、なるほど。まあ、1個ね、沼津には古いカードはない。確かにないっすね。キリンさんだけかな。うん。という感じでございます。というわけで静岡ね、沼津はね、まあ行くのは全然いいと思うんだけど、古いカードはないっていうのはね、ちょっと伝えておきたいね。まあポケモンカードスタンダードも含めてほぼ皆無。そうっすね。うん。なんで、まあだからゲームがただ安い、やっぱり。うんだからそういうところは別のものが安かったりするね。特化してます。特化してるね、なんか。いいのあったりとかね。うん全然変わらないから残ってんだよね、あれ1ヶ月も。ゲームボーイとか。ってことはトレカ買われてるからないのか。てるるんてん。いや、変われてないんだよ、もう。いや、沼津に行く人は観光のついでぐらいのテンションがいいかも。そうだね。ポケカ旅にはっていうだけやね。これは目的地周辺左どあ、もこう着いた。あ、いや。何どこ何左側って書いて左方向です。右に一部あるんでございある。ますじゃ。ない。あったほら、やばっ。香ばしいところ行ってますよ。あれえぐいぞ。やばいよね。こんなとこ誰も行かんやろ。だからさっき団地あったじゃん。子供たちいっぱいいるからここにおもちゃがある。いや、もうなんかつながるのやっぱり街というのは。昭和初期からありそうな。やばっ。Mr. Ogawa looked う time. ん、すごいね。あ、ヒロアカのカードとかあるよ。本当だ。またこれあ、なんだこれ。あ、でもコメントでガンダムウォーだ。来てたかも。ガンダム。これだ、ガンダム王。ヴァンガード。あ、ドラゴンドライブ。あ、ほら、あるよ。あ、まただった、ハイパーハイフィオ。すごっ、なんか買っていくか。何これ。あ、これバディファイト。バディファイトか。ドラゴンドライブなんか言ってたもんね。うん。欲しいって。ね。なんか開封してみるよ。あ、いいんですか見て。いいですか。ありがとうございます。はい。すごい。一ドロあ、バディファイト。うん。ガンダムをちょっと買うか。せっかくだから。どこにあるよ、ほら。これなんだろう。これバディファイト。バディファイトは終わったのか鉄板。わからない。これ多分なんか違うね。段が違うね、これ。何種類かある。もうってそんな古いカードなんですか。ヴァンガード。後ろとヴァンガードってまだあるよね。これ何年前？わからない。わからないから。わからないものは買うっていうスタイルなんで。はい。これ何？カードラス。カードラス EX レジェンズジャカード。これ見たことないわ。これ前の北海道なかった。バンダイ公式会社バンダイ。これなんだろレジェンう。カードラス EX だからレジェン
年代は書いてないんだよ全く。日本国外への販売輸出を禁じるって書いてある。そうなの？じゃあ昔はダメだった。2003年だ。20年前だこれ。わかんないから古いね。せっかくだから買ってみましょう。お、なんかいた。お、なんか似てる。なんだろうこの人。1章2章だ。買いましょうじゃあ。そしてガンダムちょっとわかんないから買う？どのあれがいいんだろう。これが売れてる感じするけどね。うん。これじゃ買うか。あ、でももうなんかこれで買いましょう。すいません、なんか古いポケモンカードとかって取り扱いあったりしますか？ポケモンカードはさすがにないです。ないか。遊戯王もさすがに。さすがに終わった。でもすごいですね、古いカードがいっぱいあって。そうですね。これはちょっと下着の店がね、あってそこにおろしたりしてたの。あ、そうなんですね。どうしめるの？カード未開封。かっけえ。それ魔法に入れるやつですよね。そう本にしてこうやってやっていくやつよく知ってんじゃん。めっちゃ世代 Mr. 元 Ogawa が looked tired. どうしたの？デッキやば。バトスピだよこれ。バトスピのさ、めっちゃ古いバトスピだこれ。バトスピ俺わかんないけど、これ多分未開封ボックスこれ。バトスピの魔法売ってたら熱かったな。これもあるよ。これヴァンガード。懐かしい感じする。 AKB じゃん。出た。クジってやつ誰だっけ忘れた。でも知ってる。9時すげえ。おもちゃめっちゃある。すげえ。すごい。いた。どれ？あいつのでっかいやつじゃん。デラックスムービーモンスターシリーズゴジラ2004。ゴジラ対メカゴジラ。何売ってる？売ってないでしょ。うん。何年ぐらいお店もあるんですか50 ？50年52年おめでとうございます。これ20年前のカード買います僕が。ね、その辺も。うちは割とあれが低かったのでね、高校生とかよりも中学生なるほど。だからはいこのガンダム王とかっていうのとかあれは出なかったのね。要するに下ろしてた分で今戻した感じで。いやーもうなんか懐かしすぎるねこれ。すぎるマジ。ヤフーのオークションでヤフーありますよね。あ、それに出してるんですか？あ、なるほど、すごい。どうもありがとうございます。覗きます。めちゃくちゃいいお店や。全部で1万ちょいちょいと。お母さん優しすぎ。来てよかったでしょ。よかった。そうでしょ。リサーチ力半端ないでしょ。半端ない。抜かれなくいくで。レオンカード。ついにあった。探したぜ。世界最大級トレカ売り場。でけえ。ここだ。最近オープンしたとこ。